こんにちは、ドレミです。ピアノライフいかがお過ごしですか？ピアノソナタといえば古典派のハイドンに始まり、モーツァルト、特にベートーベンの作品を皆さん真っ先に思い浮かべると思います。ピアノソナタは古典派の形式に重きを置かれた時代に多く作られ、ベートーベンによって完成し発展していきました。その後ロマン派の時代になっても古典派ほどではありませんが、より自由な発想のピアノソナタがたくさん作られています。ロマン派の時代の有名な作曲家、皆さんご存知のショパンやリストたちもピアノソナタを作っています。今回はロマン派の名曲ピアノソナタの定番曲を紹介していきたいと思います。1曲目、シューベルトピアノソナタ第21番変路長調。シューベルトといえば音楽の鑑賞の授業で定番の題材である魔王は有名ですよね。音楽とは無縁という方でもきっと知っていると思います。ピアノソナタでいうと第19番、20番、21番は最晩年の作品でどれも傑作です。第18番もシューベルトの最高傑作ソナタとして取り上げられることが多いですが、今回は最後の作品第21番を取り上げたいと思います。ウィーンの貧しい教員一家のもとに生まれたシューベルトは、わずか31年の短い生涯の中でまさに音楽が泉のように湧いてくるという例えがぴったりの膨大な作品を残しています。ピアノソナタ第21番はシューベルト最晩年、まさに最後の作品で、美しく穏やかな世界が感じられる作品です。初期のピアノソナタは古典的語法によって書かれましたが、後期作品になるとロマン派的情緒に富んだ構成になり、シューマンやブラームスに大きな影響を与えました。そのシューベルトの遺作として知られるピアノソナタ第21番は、シューベルトがこの世を去る1828年に相次いで書かれた3曲のピアノソナタ、19番、20番、そして21番の最後を飾る名作です。亡くなる2ヶ月前に書き上げられました。これらの作品はシューベルトの死から10年後にディアベリ社からフランツ・シューベルト最後の作品3つの大ソナタとして出版されています。第21番のピアノソナタは全4楽章の構成で、演奏時間は40分を超えるとても大きな作品です。この曲の美しさはドレミのボキャブラリーでは全然表現しきれない美しさを持っています。シューベルトは死の間際、どのような思いでこの曲を作ったのでしょうか。友人に宛てた手紙などを読むと、シューベルトの病状は良い時も悪い時もあり、常に病に伏していたわけではなかったようです。世界的ピアニストのツィメルマンがシューベルトのピアノソナタを演奏した際のインタビューでこのように語っています。シューベルトが最後のソナタを死の床で書いたものだと思っていましたが、それは違っていました。彼は梅毒を患っていたものの病人だったわけではありません。亡くなる数週間前にアイゼンシュタットへと70キロかけて徒歩で巡礼し、尊敬するハイドンの墓に花を捧げています。病人にそんなことは不可能です。シューベルトの最後のソナタは、一人の若い作曲家が実験とユーモアの精神を持って未来を見据えて書いた作品なのです。自分がこの世で最も不幸で最も惨めな人間だと感じていたのだ。健康がもう二度と回復しそうもないし、そのことに絶望するあまり、物事を良くしようとする代わりにますます悪くしていく人間のことを考えてみてくれ。これは弦楽四重奏曲第14番死と乙女を書いた頃に友人へ宛てたシューベルトの手紙です。ピアノソナタ第21番にはそんな絶望は感じられません。
もし消えゆく命を悟っていたとしても諦めたのではなく、受け入れ命が一日一日と消えていく中で悟りの境地に到達したような、純粋で澄み切った瞑想のような作品です。シューベルトは20代で病気を患い、痛みや死が常に身近に感じられる存在であったことは想像できます。シューベルトにとって死はさすらい、孤独、水の流れとともに作曲において最も親密なテーマの一つであったと思われます。続いて2曲目、シューマンピアノソナタ第2番オーパス22ト短調。この曲めちゃくちゃかっこいいです。大学時代ドレミはこれ弾きたかったんですよね。当時は弾かせてもらえませんでした。のだめカンタービレでのだめがコンクールに向けて、なぜそうなるシューマンとつぶやきながら練習していた曲です。形式的な枠組みにはなかなか当てはまらない幻想的な作品が多いシューマンですが、このピアノソナタ第2番はコンパクトにまとまったソナタらしい曲です。シューマンの劇的なエネルギーが一気に爆発した明快な曲で、第一楽章はできるだけ早くから始まり、コードに入るとさらに早く、もっと早くと指示があるシューマン独特の加速性を帯びた拍子感が打ち出されながら進みます。第1楽章、第3楽章、第4楽章はいずれも急速なテンポで落ち着くことなく激しく進んでいきますが、その中で第2楽章はシューマンらしい魅惑的な情緒が静かにあふれ出た、その対比が特徴的です。続いて3曲目、ショパンピアノソナタ第2番変路短調オーパス35。ピアノソナタ第2番は特に有名な第3楽章の創奏行進曲が最初に書かれ、続いて第1楽章、第2楽章、第4楽章が作曲されました。各楽章の有機的な統一性があまりないため、これを聞いたシューマンは酷評をしましたが、しかしこのソナタは最初に完成した第3楽章の創奏行進曲の2種類の主題をもとに他の楽章のモチーフを生み出すという技法によって曲全体が見事にまとめられています。そしてその内容も情緒的で力強く、この上なく独創的な作品です。
な第三楽章の早々行進曲は、重苦しい主部と天国的な美しさを持つ中間部が絶妙な対比でできています。続いて4曲目、リストピアノソナタロ短調。このソナタは単一楽章で切れ目なく演奏される30分ほどの大きな作品です。この曲はドレミ的にはかなり難解な作品です。幻想曲のようでもあり、サスペンスかと思えば夢の中へ連れて行かれたような音楽になり、リスト自身はこのピアノソナタロ短調をテーマはなく純粋な音楽だとインタビューで語っていたそうです。恩田陸さんの小説「ミツバチと遠雷」の中でコンクールの3次予選で登場人物マサルがこの曲を演奏しています。マサルはこの曲を構造が力んで凝った衣装てんこ盛りのとんでもなく大きなお屋敷のような曲とイメージしていました。シューマンがリストに捧げた幻想曲への返礼として書かれたこの作品は、深い精神性と強いエネルギー、そして超人的なテクニックが高いレベルで融合していて、間違いなくリストのピアノ作品の最高傑作の一つであると言えます。続いて5曲目、ブラームスピアノソナタ第3番ヘ短調オーパス5。この作品はシューマンの住むデュッセルドルフで書き上げられました。ブラームスはこの作品に満足せず、その後も改訂を加え、中でも最終楽章には大きな変更を加えました。作品1と作品2のソナタよりも大きな規模を持っており、ブラームスはこの作品5でピアノソナタの終着駅にたどり着きました。ピアノソナタにしては異例の全5楽章で構成されており、それはいろいろな試みをしていたベートーベンですら試さなかったものでした。演奏時間が40分を超えるかなり規模の大きな作品です。ピアノ曲ですが交響曲のように聞こえてきます。ブ
ラームスのピアノソナタの中では一番演奏される機会が多く、後期の商品群とは対照的で、作品の規模もそうですがパワーあふれる作品です。第一楽章の第一主題の最初の進行には、これ以降のブラームスのモットーであり、ブラームス作品で見ることができるファラファ、ドイツ音名で FAF、ドイツ語で自由にしかし喜ばしくという言い回しの頭文字がすでに見ることができます。美しい第二楽章には詩人シュテルナウの若き恋という詩を表題に掲げています。黄昏が迫り月影は輝く、そこに二つの心、愛に結ばれてお互いに寄り添い抱き合うというものです。そして第三楽章はシューマンにスケルツォのヨハネスと言わしめたほど特徴的で印象に残るスケルツォの楽章です。第4楽章には再びシュテルナウの詩が用いられたようですが、第2楽章で成就した恋が第4楽章では出現に至ります。そしてこの第4楽章の間奏曲はクララ・シューマン最後の作品ロマンス・ロタン調のモチーフとなりました。6曲目、スクリャービンピアノソナタ第2番 A 都単調オーパス19幻想ソナタ。スクリャービン自身の説明によると、第一楽章は南国の海辺の夜の静けさと深い海の動揺、それに宵闇の後に現れる愛撫するような月の光を表現し、第二楽章は嵐に波立つ広大な海の広がりを表現しているそうです。結婚する時期だった若かりしスクリャービンのエレガントでとてもロマンティックな作品です。ゆったりした第一楽章と急速な第二楽章、演奏時間は10分ほどで、冒頭から流れる官能的なメロディーとハーモニーはうっとりとその世界に引き込まれます。2楽章から構成されていることからも、ソナタ形式を強く意識したものではなく、幻想曲風で洗練され、息を飲むほど美しく音楽が進んでいきます。初期のスクリャービンの作品はロマン派のピアノ様式で、ショパンの影響を受けながらも独自の世界を表現しています。広い音域を駆け巡る分散和音にスクリャービン5法が詰まった聞き応えのある作品です。美しすぎるこの作品はドレミは好きすぎて、スクリャービンを好きになるきっかけの曲だったような気がします。学生時代スクリャービンの虜になり、たくさん聴き漁りました。そして大学の先輩がこの曲を演奏して羨ましすぎて、すぐに楽譜を買いに走りました。
最後7曲目、ラフマニノフピアノソナタ第2番、編ロ単調作品36。この曲が作られた1913年の夏をラフマニノフはローマで過ごしました。この時滞在していたのはラフマニノフが尊敬するチャイコフスキーが長く使用していた部屋で、ピアノソナタ第2番はこの部屋で書き上げられたそうです。その後20年ほど経ってラフマニノフは自分の初期の作品を見るにつけ、なんて薄っぺらいんだろうと思うところが多々あってと言ってソナタ2番を改訂します。技巧的なところを中心に120小節カットし、全体的に明瞭化したそうです。このソナタ2番でさえも同時に歌っている声が多すぎるし、そもそも長すぎる。ショパンのソナタは19分で、しかもその中にショパンが言いたいことすべてがきちんと詰まっていると語っており、当初26分ほどあった演奏時間は大幅なカットにより19分に短縮されました。また多くの声部が同時に動く部分が修正され、よりシンプルなテクスチャーへと変更されました。ちなみにラフマニノフの親しい友人であったホロビッツはこの改訂版では満足できなかったようで、当初のオリジナル版と改訂版とを融合させ、さらに手を加えたホロビッツ版を作り、その演奏も残しています。これはラフマニノフ自身もぜひいいものを作って見せてくれと了承していたそうです。3楽章からなるこの曲は楽章間の切れ目なく続けて演奏されます。ラフマニノフの独特な暗く悲しく心をつかまれるようなグッとくる部分と、そこに光を感じるようなうっとり聞き入ってしまう部分と、ダイナミックな部分とが入り混じっています。そしてジャズの要素も入っていて、とにかくモダンでおしゃれ。ドレミは20歳ぐらいの時、この曲に憧れすぎて練習しましたが、とにかく難しかったです。弾かなきゃいけない音も多いし、リズムのノリも難しいし、でも本当にかっこいい。これは自分で弾くよりもパワーある人の演奏を聴く方がいいなと練習した当時思いました。今回大好きなこの曲のお話をするにあたって、当時のことを思い返し、スルタノフとアシュケナージ、ルガンスキーの CD をよく聴いていたことを思い出しました。ということで今回はロマン派のピアノソナタについてお話ししていきました。もちろん他にもロマン派に作られたピアノソナタはたくさんあります。ぜひコメント欄で皆さんの好きなロマン派のピアノソナタ教えてください。それでは今日の学びです。今日ご紹介した曲の作曲者でもあるシューマンの言葉です。人間の心の奥底へ光を送ること、これが芸術家の使命である。
ドレミは人生のほとんどをクラシック音楽、特にピアノ曲とともに生きてきました。たくさんの曲を練習していく中で、私の人生経験の中では見られない景色を見てきた気がします。これはまさにシューマンの言葉にあるその使命が達成されているということですよね。一ピアノ弾きのドレミですら光をもらっているので、世界中の多くの人々に光を送り続けているなんて神の領域とすら思ってしまいます。これからもずっとこの光をもらい続けていきたいと思います。今日の動画最後まで見ていただけた方はいいねボタンやチャンネル登録をお願いします。また独学で練習をしている方、レッスンに通っている方もご自宅での練習をより効率よく楽しみながら上達を目指せるドレミのピアノサロンやっております。この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも覗いてみてください。今日少しピアノを身近なものに感じていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。